気候で健康へようこそ。今回はがん予防のパート2ということで、理論編をお届けします。敵を知り、自分を知れば100回戦っても負けることはないというようなことが中国のとても有名な古典に書かれています。このパート2では主にそもそもがんってなんだ？人間ってなんだ？誰が治すの？薬ってどこで手に入れるものなの？と根本的なものに迫ってまいります。そのために物理学、生物学の基礎を押さえておきましょう。すると次のようなことがわかります。一切のものはほぼ空間です。人間の設計図が存在し、設計者が存在します。そして設計図に従って薬は体内で作られています。がんとは細胞分裂が止まらない細胞のことで、誰もが毎日作っては消しています。そもそも人間って何でしょう？人間は心臓とか胃とか目玉とかからできていますが、その心臓はというと細胞からできていますね。その細胞は原子からできています。原子？難しくなってきましたか？原子というのは水素原子とか酸素原子とか聞いたことはありますよね。原子はその中心に原子核といって、陽子と中性子が集まってできています。その周りを電子が囲っています。こうして突き詰めていくと、あなたの材料は陽子と中性子と電子、たったこの3つだけなんです。この3つの材料の組み合わせなんです。そして地球上のすべてのものがこの陽子と中性子と電子の組み合わせです。そして面白いのは、原子核の直径とその周りの電子の軌道の直径。どのくらい違うと思います？約1万分の1。4桁違うんです。4桁の違いというと、東京ドームの直径と1円玉の直径ぐらい違ってて、例えば東京ドームくらいの大きな岩があったとしましょう。でも実は中身はスカスカで、その岩をくしゃっと潰して、陽子と中性子と電子を一箇所に集めたら、1円玉くらいの大きさになってしまうっていうことです。スカスカなので、ニュートリノという超微粒子は、軽々と地球を突き抜けてしまいます。じゃあ人間をくしゃっと潰して、陽子と中性子と電子を一箇所に集めると、1ミリの10分の1くらいの大きさになってしまうんです。あとは空間です。へえでしょ？これあるように思うじゃないですか。ほとんど空間なんですよ。一切は空っていう言葉がありますけど、すべてのものはほぼ空間なんですね。これ覚えておきましょう。すべてのものはほぼ空間。そしてさらに、あなたの構成要素である電子。これがまた信じられない性質を持っているんですよ。実験で1個の電子を銃で撃つんです。2つの穴が開いた壁に向かって。どっちの穴を通ると思いますか？なんと両方の穴を同時に突き抜けてしまうんですよ。信じられますか？それはスクリーンにぶつかった縞模様から説明できるんです。1個しかない電子がですよ。図の青い点のところすべてに存在している。すなわち複数の場所に同時に存在しているという考えが現代科学では当たり前になっています。あなたの材料である電子はそういう性質を持っているんです。自然の仕組みは私たちの常識をはるかに超えているようです。そもそも存在する、実在するっていう証明ってできるんでしょうか？
例えば目の見えない人の目にカメラを組み込んで、電線で神経につなげて脳へ送ってあげれば、脳はその映像を認識できるんです。でも、その映像をパソコンに記録しておいて、今度はそのパソコンと脳をつないであれば、脳は同じ映像を認識しますよね。それって実際に見てる映像なのか、記録した映像なのか、脳はわからないですよね。見ているように感じているだけかもしれません。同じように、こうやって触って、ここにソファーがあるように感じますけれども、これって触っているという情報を神経から脳へ情報が伝わっているだけで、その情報をパソコンから脳へ送ってあげれば、実際に触っているのか、それとも脳が触っていると認識しているだけなのか、脳はわからないですよね。ところで、周りを見渡すと様々な製品があります。例えばカメラ。カメラで目的の写真を撮るには、凸レンズなのか、大レンズなのか、魚眼レンズなのか、レンズとフィルムの距離はどのくらいで、シャッタースピードは、絞りはあって調整できるように設計されています。テレビ、工場、ロボットなどがちゃんと使えるためには設計図は欠かせません。設計者がいて設計図があります。人間も精密に正確に機能しています。どれほど精密なのか。例えば、ハンバーガーを口に入れたら唾液が出ますが、その成分には殺菌成分が含まれていて体を守ります。また、アミラーゼという酵素も含まれていてパンを消化します。胃に入ると強酸性の胃液が自動的に出てきてハンバーグを消化します。しかもですよ、焼肉屋で牛の胃袋、ミノを食べたとしても、ミノは消化して自分の胃袋は消化しないんです。これって驚くべき精巧さじゃないですか。そして胃酸が逆流しないようオートロック装置がついています。オプションじゃないんですよ。標準装備で。次に食べ物が胃から十二指腸へ届くと、膵臓から膵液が届いて、パンやハンバーグをさらに分解し、胆嚢から胆汁が届いて、脂肪分を吸収しやすいように加工します。体の中で起こる化学反応のことを代謝と言います。ハンバーガーのパンの部分は、アミラーゼという消化酵素によって二糖類に分解され、次にマルターゼという酵素によって単糖類に分解されます。左の図は代謝の流れを表していて、点が代謝によってできたもの。例えば、でんぷんが点で、アミラーゼが線です。そして、次の点が二糖類。次の線がマルターゼ。というように、次々に化学反応が連鎖的に起こります。それも自動的に。こんな精巧なことが、設計図なしに、プログラムなしにできるわけないんです。偶然でできるわけないんです。実は人間の設計図があって、例えて設計図と言っているわけではなくって、実際に設計図があるっていう意味です。その設計図通りに心臓が作られ、胃が作られ、消化酵素が作られているんです。そしてそれはすべての動物や植物に共通のシステムで、A, T, G, C の4つの文字を使って設計プログラミングされています。その設計図とは DNA です。ぜひ設計図の読み方を理解してください。この設計図すごいです。誰が思いついたんでしょう。
DNA は細胞の中の核の中にあります。そして DNA は二重らせんの構造をしています。その構造の中で注目すべきは結合している部分、結合する相手です。これが一本の DNA。こちらがもう一本の DNA です。A は T と G は C と結合しています。これらは他の者たちとは結合することはないんです。A と T がペア、G と C がペア。このペアになっているというのが設計図を理解する上での鍵になっています。ちなみに A の正式名称はアデニンという物質。他はチミン、グアニン、シトシンです。人間は卵子と精子が受精して1個の受精卵になりますよね。それが2つに細胞分裂して4つ、8つと倍々に分裂していきます。実は、がん細胞というのはこの細胞分裂が止まらなくなった細胞のことなんです。がんのことを理解する上でも、ここでは細胞分裂のことについて知っておきましょう。細胞分裂の仕組みはどうなっているかというと、2本の DNA をほどいて、こちらの C には G、グアニンを持ってきて、新たにペアを組み、A には T を、G には C を持ってきて、複製、コピーします。もう一方の DNA にも、C には G を、T には A を、G には C を持ってきてコピーしていきます。そして2つに分裂して、さらに複製して、4つに分裂して、というふうに倍々に分裂していきます。ただ細胞分裂していくだけじゃなくて、一部の細胞が血液の細胞になったり、筋肉細胞になったりします。不思議ですね。やがて心臓になったり、胃になったり、目玉になったりするわけですが、どうやってって思いませんか？血液や筋肉、目玉など何かを作りたいとき、材料をつなぎ合わせて作るのですが、例えばビーズアートってありますよね。いろんな色の、いろんな形の、いろんな大きさのビーズを組み合わせて、指輪を作ったり、ネックレスを作ったり、うさぎのストラップを作ったり、組み合わせ方によっていろんなものが作れます。人体の作り方はビーズが材料じゃなくて20種類のアミノ酸を組み合わせて作るんです。それによって血液だったり筋肉だったり目玉だったりインシュリンだったりステロイドだったり消化酵素だったり免疫の抗体だったり様々なもの、要は人体を作るんです。その組み合わせ方が DNA に書かれているんです。2本の DNA のうち1本には物質の作り方が書かれている部分があります。アミノ酸を指定する鎖で A、T、G、G という並びであれば、もう1本の DNA はペアが決まっていますから、A には T、T には A、G には C でしたね。以下、このように並んでいます。アミノ酸を指定しない方は、異型差と呼ばれ、異型の役割を果たします。物質を作るとき、例えば筋肉を作るときには、DNA の配列情報を版画の下絵を描くように、異型のように逆向きに写し取ります。複写ではなく、転写と呼びます。T の相棒は A なので、A と転写します。A の相棒は T なのですが、転写の時には T の代わりに U、ウラシルという物質が使われます。
3文字1組でアミノ酸を指定します。G、C、A はアラニンというアミノ酸をつなげなさい。G、G、C はグリシンをつなげなさい。という暗号になっています。どこから3文字なのか、A、U、G なのか、U、G、G なのか、実は A、U、G の3文字が開始を意味するんです。すべての暗号をまとめたものがこの暗号一覧表です。A、U、G が開始を意味し、終わりを意味するのはこの3つです。U、U、U と U、U、C はフェニルアラニン。U、U、A。U、U、G はロイシンというアミノ酸をつなげなさいという暗号になっています。DNA の配列は30億個。意味のある順番に並んでいます。それによって血液を作ったり、筋肉を作ったり、消化酵素を作ったり、ホルモンを作ったりしているんです。これが偶然だとすると、サイコロを振って思い通りの数字を30億回連続で出すような確率です。ありえます？それもあなたの設計図だけじゃなくって、僕の設計図も、あの人も、人間だけじゃなくって、猿も、犬も、魚も、植物も、すべての動物、植物の作るのに完璧に並んでいるんです。どんな確率ですか？限りなくゼロです。偶然じゃないんですよ。設計者がいる、意図して作られているとしか僕には思えないんです。さて、唐突ですが、あなたの肝臓、いくらだったら売ります？いくらの価値がありますか？消化吸収されたものが肝臓へ運ばれてきて、血や肉、骨、皮膚などを作るための材料に作り変えられます。そして余った糖分、油分、ビタミンは貯蔵できる形に変えます。また添加物を分解して解毒するといったあらゆる化学反応をしています。肝臓はいわば化学工場なんです。1989年に放送された NHK スペシャル驚異の小宇宙人体という番組で当時の最新技術を駆使して肝臓と同じ能力の化学工場を建設するとしたらどのくらいの工場になるのか。大阪大学とプラントメーカーが設計見積もりをしました。なんと敷地面積は少なくとも300平方キロメートルで琵琶湖の約半分の面積。工場の建設費は100兆円です。いいですか？あなたの中に100兆円の超高性能の化学工場があるんです。そもそも必要なもの、薬は体内で作れるように設計されているんです。それを自然治癒力が備わっていると言います。車の擦り傷は自然には治らないですよね。でも私たちの皮膚の擦り傷や風邪はやがて自然に治ります。そのように設計されているからです。それでは次にがんについて知っておきましょう。これは東京都福祉保健局のホームページからの引用ですが、がん細胞は健康な人の体でも多数できることが分かっています。学説によっては1日に5000個も。がん細胞ができるとその都度退治しているのが免疫細胞です。ここ重要ですね。毎日約5000個のがん細胞を作ったり消したりしているんです。
切断された足は放っておいても自然には生えてきません。そんな風には設計されてないからです。でも、がん細胞は本来なら放っておいても消えるようにできているんです。そのように設計されているんです。ではなぜ自然治癒力が働かないのか。どうすれば自然治癒力が働くようになるのか。次の動画に続きます。